はようございます。寒くてまだ何も、準備できてないんですよね。今から餌を練って深瀬の準備をして、また魚が釣れたら泳がせをしたいなと思っています。今日も場所はテラシタですね。相変わらず汚いけどお約束ですね。ここね、今週の月曜日とか火曜日に来られた方、ちゃんと洗わないとダメですよ。流してるっぽい雰囲気あるんですけどね、やっぱこのご覧の通り残ってるんですよね。もうちょっとね綺麗にしてくれると助かるんですよね。またこの間と一緒のコマ製の配合メニューですね。オキアミが午前用と午後用で3キロの1角を2個ですね。ちょっと時間があったら夜釣りしようかなと思ったんですけどね、結局なんか YouTube セットアップとかで時間がかかっちゃってできなさそうなんです。編み込ませなんですけど、やっぱ溶けてないですね。編み込ませ溶けてないんで、これはちょっとつけときますか。編み込ませ今日も来る途中の水の何号線っていうのかな、何号線か忘れましたけど、そこを通ってくる時の餌屋さん、小田原マリンとかね、あの辺を見ていくと結構餌が多かったので混んでるのかなと思ったんですけど、やっぱりこの間と同様誰もいないですね。そのうちに明るくなったら釣る人は出てくるんでしょうけど、全然混んでなかったですね。皆さん沖磯に行くんですかね。私は基本自走長行なんで。はい、今日はそして12月の27日水曜日、まだ仕事は年末終わってないんですけど、ちょっと休み取れたのでせっかくなんで来ました。中で編み込ませ溶かして、編み込ませ溶かしてもらうように電話したんですけど、さすがにね3時間前だったかな、電話したのが。なので間に合わなかったです。今年も早いもんでもう12月ですね。今年もいろいろあったけど、ちょっと秋風上達したかな。いやね、結構早めに着いて、そうね、こう平らになるところあるんで、そこで寝てようと思ったんですけどね、寒くてね、ヤフー天気みたいなやつで見てると8度ぐらいだったかな、最低気温が。厚着してるんで、スキーウェアみたいに着てるんで、いけるやろうと思ったら全然寒いし、だからコーヒー飲んでちょっと体温めて、ビール持ってきたんでビール飲もうかなと思ったけど、そんな気にもならないぐらい寒くて、でちょっと早めにじゃあナイト深瀬、釣れないだろうけどやるかと、この間のねリベンジで朝青物泳がせでやりたいなみたいな準備をしようと思ったんですけどね、なかなかライブに繋がらなくて、結局ほぼ同じですね。5時ぐらいか、予定通りって感じです。途中のね道路は結構静岡じゃない県外ナンバー、関東のナンバーが多くて混んでたんですよね。皆さん何言ってるかって分かって、釣りだろうな、なんか県外ナンバーでね、こういうの泉来てるって言ったら、やっぱり南伊豆のがメジャーなのかな。魚影はねやっぱり南伊豆のが濃いですよね。いかんせんちょっとね遠いんですよね。ツイッターにもちょっと入ったんですけど、門限がうちはあるんで、門限までに帰るためには東伊豆が限界かなって。もうちょっと近いところねあればいいんだけど、なかなかね近いところ、小田原マリンのあの辺にもう自走ありますけど、あの辺とこの辺だとだいぶね魚影違うんで、それだとやっぱちょっと遠出してここまで来た方がやっぱいいですよね。であと神奈川県の小川市は昔行ったりしましたけど、ここはさらにここ以上に混むっていうか、やっぱ近いんでね、関東から混むんで、それもあって行かないですね。あっちはあんまり行きたての頃に何回か行ってましたけど、あんまり釣れた記憶はないです。次、配合剤キラキラ系ですね。ヌタパンでもね確かに釣れるんですけど、配合だと麦が入ってるんですね。この麦がねやっぱりブレって好きなんですよね。よくさばいてお腹の胃の中見ると結構ね麦でお腹がパンパンだったりしますので、このトマセの麦にね反応するんで、じゃあ麦を入れりゃいいじゃんかっていう話なんですけど、これはしないな。で最後にかさ増しでぬかを入れるって感じです。ぬかはどっちかっていうとあれはなんか色付けとか濁りを出すためのもんで、あんまりあれだけじゃなんかあれですよね、食いつきはしないでしょうね。この辺の配合剤みたいにアミノ酸が入ったりしないんで、ニンニクとかね香りの成分みたいなのが入ってないんで。このぬかはいつも家のそばの精米マシンから、無料で持ってっていいよみたいな書いてあるんで持ってきてるんですけど、今日はなんかほとんどなかったですね。誰が使ってんだろう、釣り人がいるのかな。ほとんどね減ることはないんですけど、本当今日すっからかんなくてギリギリ入れたのがもう最後です。何使うのかな、釣り人なのかな。よいしょ。ぬかがね結構水を吸うんで多めに水入れなきゃ。あんだけね寒かったのに暑くなっちゃう。でこう混ぜ合わせていって、
えずこんなところでいっか。続いて仕掛けを作りましょう。仕掛けはいつもと一緒ですね。今日もまず竿がシマノの極小1の530ですね。これに、リールが変な組み合わせなんですけど、ダイワのインパルト2500の SHLBT です。仕掛けはいつも通り T の 0.8 号を結んでありまして、その先にナイロンの 2.5 号をショックリーダー中張り的に使いまして、その後2号のフロロカーボンが今多分10メートルないんだよな、多分7メートルぐらいが入ってます。毎回帰るのちょっともったいないんで、これ前回そのままですね。一回切って FG ノットをもう一回編み直して、ただしそのハリスなんかっていうのは基本的に傷ついてないことを確認した上で再利用ですね。ショックリーダーのところだけ新しい新品に変えてます。そんな仕掛けで今日はとりあえずいきます。仕掛けはこの間と一緒ですね。 LED の合気ですね。こんな風なセッティングしてまして、スイベルをこのやつにつけといて、この中に道糸を通します。で、息止めつけないで基本的にスルスルですね。これこの間と同じ仕掛けです。で、夜なんで、できるだけ口元にかかってほしいなということで、かかりすぎ口太の6号からスタートしたいと思います。かかりすぎお長か長軸の針ですね。で、昼間ねグレ釣りになってきたら短軸の針を使っていくメインにしていくかな。この間ね潜り錠を使って結構ね釣れたんですけど、その時、口太がねだいぶ出てきたんで、もうそろそろ短軸メインでしっかり飲ませてからでも問題ないかなと思ってます。コマセを練ると針硬くなる。そんなに深くしなくて、よし、できた。とりあえず生をつけてやってみますか。コエサは、私が自作のやつで溶かして持ってってはまた再冷凍みたいな感じで、不当処理アミノ酸につけたりしてるんで、基本的にはね多分大丈夫だと思うんだけど、痛みつはあるような気がするな。で、これは毎度のごとくちょっと一回洗わないと。強烈なアミノ酸で、アミノ酸じゃない、みりんか。強烈なねみりんが。さあ今日は釣れるかな。よし、さてじゃあ行きます。じゃあナイト深瀬第1投目ですね。じゃあよろしくお願いします。下はね全くわからないんですけど、表層はあんまり流れてないね。風もあんまないしね。さっきまで結構風があって寒かったんですけど、この時間風が収まってだいぶいい感じになってきた。ナイト深瀬はねもうこのシーズンあんまり釣れないですよね。破担保が釣れればいいかなと思って、破担保釣れればね泳がせをやろうと思います。この間でかいのかかって途中で切れちゃったんですよね。エレベーター方式の泳がせをやってみたら見事に途中でブチって切られちゃいまして、 PE でエレベーターやると途中ねなんか変な擦れたりして切れちゃうんでしょうね。こういうこともあって今回はナイロンの10号に巻き替えてます。もう準備万端ですね。破担保かかったかな。破担保がかかってるっぽい雰囲気は合うかなと思ったけどなかった。でも餌取られてる。取られてないか。餌は触らへんのか。夜の大1頭はさすがにきついよね。
今日まだ泳がせの仕掛けは作ってないです。釣れるかどうかわかんないんで。この間も結局グレはね、7匹釣れたんだけど、濃い魚って夜の時に破綻砲1匹と15センチぐらいのベラの1匹、ちっちゃいのって2匹しか釣れなかった。他は30センチ以上のグレしか釣れなかったんで、あとはスズミとかアイゴとかも釣れたんですけど、そんな感じでちっちゃい魚が寒くなっていなくなっちゃったんで、あんまり泳がせ用の池江さんを釣れないんですよね。行くとこ行けばアジとかいるんでしょうけど、ここはなんかあんまり釣れた記憶がないね。アジはね、アジって本当釣れたことないね。サビキとかもやったことあるけど、シマアジはね釣れたりするんです。秋なんかジャミシマアジ言うて、シマアジの子供がコッパポコポコ釣れたりするんですけど、それぐらいで普通のマアジってのは釣ったことないですね。これはまだ餌残ってるような気がする。餌食われてる。確かにピクってなったやつがあったんで、あれ当たりだったのかな。ちょっとずつ夜が明けてきましたね。おお、なんか来てる。沈む。違うかこれ。ただ電池が切れただけか。こう浮きが見えなくなったんで、一瞬海中に沈んだのかなと思ったら、なんかよく見たらうっすらと見えるんで、あ、戻った。電池が接触が悪いんだな。これ今スルスルなんで、なんかほっとくとどんどん針が結構ね重たいんで勝手に沈降していくんですよね。完全に不倫すると針だけどんどん落ちちゃうんで、適度に針っていうかたまにポンポンとスプールとか押さえて糸の出方を若干調整しながら落としてってるって感じですね。かかりすぎ女川重たいんで針が何もしないと結構そのまま押しちゃうんで、ただねやっぱ強いんで、短軸の軽めの針に比べると重たい分強いんで、女川なんかね食ってもうまくね顎にかかってくれさえすれば取れるんで。ね、来ねえなーと思って、よそ見とかね、よそ見はまあいいんだけど、ギザとかするとね、本当にね、たまにでかいやつがかかって、竿を引き込まれるんですよね、中に。実はここで一回置き竿をして、そこになんかでかいやつがかかって、ちょっとね、ドラグは不倫してたんですけど、それでも海中に引き込まれて、竿一本なくしてますんでね、これ。そういうのもあるんで、ナイト深瀬は釣れないけど、要注意っていうかね、あんまり気抜いちゃダメです。最低限の注意を払っとかないとっていうところがあります。来そうな雰囲気は全くないですね。全誘導なんで、破綻砲でもねかかったら結構魚が触った感覚っていうのがこの糸から伝わってくるんですけど、これすらも全くないんで全然魚いないかもしれないですね。だいぶ深くに入ってる。なんか餌残ってるし、こんな感じで誰も触ってないのこれ。多分風の影響で浮きは多分沖の方に出ていくんでしょうね。後ろ側から風来てるんで、海面にはねあんまり影響しなさそうなんで、今日はオカヒラメとかカドコケとかあの辺も誰もいないですね。この辺東伊豆一帯の磯って、私が見える範囲ですけど、私しかいないです。あれ今入ったよね。踏み込まないな。まだ餌残ってる。しかも誰も触ってないんじゃないこれ。また触ってないねこれは。さて、この間中太の 40.5 センチが釣れたのがこれぐらいの時間帯なんで、要はねこううっすらと開け始めた頃にガクッとこの辺かな、手前のあたりでかかったんで、その辺期待したいな。もう場合によっちゃね小松がちょっとずつ効き始めたかもしれないんで。来た。あっ、餌だけ取られた。今のはなんかメジナっぽい綺麗なあたりが、浮きがね海面に消し込むあたりが入ったんで、来たと思ったけど、くわいただけか。くわいただけか。いまいち食い込まなかったな今最後。いやでもこれねメジナっぽい雰囲気だよね。なんか釣れそうな雰囲気が出てきた。
小魚も釣れないから、どうしようもないな。なんか泳がせもできないし、ましてやグルなんかね、なんか当たりがあったのは、食い込まない当たりがあったのが2回ぐらいかな。そんだけだね。餌残ってるのね。食われてるっちゃ食われてるのかな。なんか今一瞬入ったよ。一瞬だけだけど。今はなんか確かに食ったな、なんか。これは食ってますわ。加えてる。なかなか渋いですね、やっぱり今日は。雨、これはちょっと今日厳しそうやな、なんか。触られてもね。なんか同調してないな。棒気がなんか流れてんだよね。手がかりも全くないしな。ちょっとあの辺、なんか5メートルぐらい先出ると一気にこう流れが右側に流れてきて、こうすごいなんか流れてんだな、あの辺、あのラインかな。あそこの先っぽの出っ張りからずーっとなんかラインがあって、そこから奥側はかなり右の方に速く流れてね、こっちからこう流れてるのかな、こう。で、そこに引かれていくように潮が入ってってるんだよね、多分。こう走って、こうね。渋いね、今日は。餌もね、全然取られない。いやー、今日は厳しいですね。今のところ、当たりっぽいのか。2回あっただけで、今のところゼロですね。あ、夜明けですね。おはようございます。なんかね、潮もあんまり動かないしな。沖に行くとすごい右の方に速い流れがあるんだけど、ここ行っちゃうとなんか絶対コマセなんか合わないしね。よくろく残した棒木だと、パッと風と上潮で、ね、棒が動き寝てるからね。で、仕掛けはまっすぐ下に落ちていってるんで、餌取りはね、いないですよ。今も結構1分ぐらい流してますけど、餌残ってますね。さて、ちょっと一回仕掛けを変えようかな。夜も明けたし、ちょっと一回じゃあ仕掛けを交換します。交換っていうか、来た来た来た。来たよ。よいしょ。落ちたー。ほら来た。これはグレッショー。来た。来た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 。チャンネル登録いいのぜひよろしくお願いいたします。これはアイゴだろう。ああ、切れた。